IQ は高い方がいいのでしょうか？平均よりも頭がいいことには利点があります。IQ の高い人は進学、キャリア、富においてより大きな成功を収める可能性が高いと言われています。じゃあマイナス面は？ 2018 年に IQ130 以上の人たちが集まっているメンサ会員に対して実験を行いました。その研究で IQ の高い人は気分障害や不安障害を患いやすいと結論付けられました。メンサ会員の 27% 近くがうつ病などの気分障害を患っていると報告され、さらに 20% が不安障害と診断されたと報告されました。また、少なくとも一つの気分障害を発症する可能性が平均よりも 182% 高いことが分かりました。でも、どうしてうつ病になりやすいのでしょうか？考えられる主な原因を4つご紹介します。1つ目、考えすぎ、分析しすぎ。研究者のルース・カルピンスキーらが率いる2018年の研究によると、彼らは知的心理的興奮過剰になりやすいそうです。ニコール・テトロー博士はこう説明しています。衣服についているタグが擦れる音などの些細で慢性的なストレスが大きな身体反応を活性化させる可能性があると。彼らは過敏で意識過剰な特性により頭の中が考えでいっぱいになりやすいそうです。分析しすぎたり心配しすぎたり、一つ一つの決断とその結果を重く受け止める傾向があります。例えば、上司のコメントから最悪の結果を思い浮かべて異常に不安になってしまったり、また社交の場では周囲が楽しんでいるかどうか気になり、リラックスしてパーティーを楽しむことができない人も中にはいます。また普通は気にしないようなこと、例えば哲学的な問いなどに思いを馳せる人も多いといいます。普通は考えないことに時間と労力を使ってしまうので余計なストレスを感じるのです。2つ目、自分に対する期待が高すぎる。サイコロジー・トゥデイ誌の記事でレオン・ F・セルツァー博士によれば、高い知能を持つ人の多くは自分の可能性と能力を自覚していて、それに伴い自分自身に大きな期待を抱くそうです。だから彼らは自分に厳しく成果に満足することが難しいのです。周囲の人々も同じように大きな期待を抱いている場合は、さらにストレスを感じてしまいます。自分が設定した基準を達成できないと失望の連鎖に陥る危険性があるのです。3つ目、簡単な成功に慣れすぎている。人それぞれではありますが、 IQ の高い生徒の中には学校でいい成績を楽に取ってしまう生徒もいます。ほとんどの学校では知識や理論に基づいて成績評価がなされるため、彼らは学校での簡単な成功に慣れてしまうのでしょう。しかし現実での成功は知能だけに頼っていればいいものではありません。サイコロジー・トゥデイ誌によれば、学校で楽をして育つと忍耐力に欠けると言います。例えば知識ではなく実践的な新しいスキルを学んだりするときに。セルツァー博士はまた次のような可能性があるとも述べています。新しいことを学ぼうと奮闘することに慣れていないため、努力を要求される状況に置かれると先延ばしにしたり努力を完全に放棄したりすると。多くの場合、学習するときには失敗が伴い、そこから学び再挑戦します。このプロセスは彼らには馴染みがなく挑戦になってしまうのです。4つ目、人付き合いがうまくできない。まず、頭がよく知識が豊富であることは傲慢だと誤解されることがあります。セルツァー博士によると、頭のいい人と仲良くするのが難しいと感じる人もいるそうです。劣等感を感じたり、格が違うと感じたりするからです。また知能の高い人は相手が自分の言っていることを理解できないことに苛立ってしまうことがあります。コミュニケーションが行き届かず、お互いをよく理解し合えていないと仲を深めていくことにハードルを感じてしまいます。雑誌ローパーレビューに掲載されたシアトルの IQ の高い子どもたちに行った研究によると、参加者は年上の子どもたちと友達になる傾向があると明らかになりました。また、頭がいいために同年代の友達を作るのが難しいという意見もありました。あなたはこれらのどれかに共感しますか？知能が高い人は人生において常に楽をしていると思われがちですが、現実はそうではないかもしれません。あなたがもし今苦しい思いをしているなら、一人で全て抱え込む必要はありません。周りの人たちや専門家に打ち明けてみると、少し心が軽くなるかもしれません。この動画を楽しんでいただけたら、いいねを押してチャンネル登録もお忘れなく。また、あなたの意見や経験をコメント欄でぜひ共有してください。今回もご清聴ありがとうございました。